It's all in our hands, this life of time. ウィーアーのシリーズが終わって新しいシーズンをまた迎えたいね。その時に一つの作品で終わるんじゃなくて、このウィーアーのようななんかこうストーリーがあるような4年間とか、あるいは2年間3年間とか、こう何年かのシーズンをまたい年数をまたいでショーを楽しめるようなものを作っていきたいねっていうことをまず話してた。その次にじゃあ色っていうのはどうかとか、季節はどうかとか、あるいは例えばなんか地球のなんか自然とか、そういういろんなアイデアが出た中で、じゃあフォーカスらしいアプローチって何かな、どんななんかもっとこういろんな切り取り方ができたり、いろんなアプローチができるものがあるといいねって言った時に、カラーってどうかな、色ってどうかなっていうのが出てきた。で色っていろんなこう意味合いがあって、人が出す色であったり、みんなで奏でる時に出る色であったり、音色も色だし、一人一人の個性がよりその中で大きなフォーカスというチームの中でいろんな色が出てくる、そういうアプローチもできるし、なんかいろんなこう素敵な要素がたくさんあるなということで、カラーズっていうのはどうかなっていうのを話したのは覚えてます。新シリーズが始まるってなった時に、たまたまこの新時代を曲聴いた時にドンとコンコンとドンとコンコンって聴いた時に、なんかフォーカスらしいって感じたんですよね。で新時代っていう名前もあって、なんか新しい幕開けにふさわしいんじゃないかなっていうのを感じて、でそれでこの新時代を作っていこうっていう意味合いも込めて、この曲がまずピックアップされた。でその時にじゃあカラーズシリーズの中で、じゃあ赤青とかカラーズ青とかカラーズ白とかって言っちゃうと、なんかこう遊びがない、ギャップの中にこう受け取る側の解釈っていろいろあってよくって、いろんな解釈があるからこそいろんな楽しみ方ができるんじゃないかと思った時に、あえて青って言わないでカラーズ1っていうことで、じゃあ次って何が来るんだろうとか、ワンってどういう意味なんだろうって、なんかこういろいろ受け取る方ができるのかな、受け取る方のバックボーンによっていろいろ変わるんじゃないかな。それがドンドンゴンゴンって新時代っていう局面を知っている中で、こうなんか新しく始まる何かをこのワンの中で感じられるんじゃないかな。ただそうは言いながらも全く何もない中でスタートするとやっぱりガイドがないけど、よくよく見ると青がいっぱい出てくるよね。この青に込められた意味って何なんだろうな、カラーズワン青何というこのギャップに多分いろんな楽しさが見つけられるんじゃないかなと思って、それでカラーズワンっていうことにしていこうと考えましたね。ワンってきたら次どうなるかは楽しみにしててください今年のガードはほとんど別の皆さんなので、クオリティの高いところから練習スタートできてるっていうのが一番嬉しいですね。でも雰囲気は本当にガードみんな仲いいのでって嘘っぽく聞こえるけど本当に仲いいので、みんなで情報共有が本当に盛ん、いろんなチェックポイントだったりとかいろんな気をつけるところっていうのを本当に盛んにこう情報共有してて、みんなでお互いの強みを生かしてお互いをフォローしながらみんなで高め合ってるっていう感じがしてます。とてもやりやすいです。やりたいことがすぐ伝わるのも早いし、曲の感じをつかむのもとても早くてやりやすいかな。その分やっぱり楽譜を書くときにやっぱ列が多いのもあって結構叩かせてしまってる部分があります。それをこなせるかがやっぱりこの秋合宿の課題となっています。新しいメンバーがどんどん入ってきてくれて、で若い子たちが特に多いですので、すごく
新鮮なとかフレッシュなやっぱり感じがしますね。エネルギッシュな部分もあり、でもちょっと優しい雰囲気の子たちが多いので、なんかそれがいろんな雰囲気がマッチングしているような気がします。すごい面白い現象が起きていて、マーチングバンドって憧れで入ってくるんだけど、フォーカスってまさきワークスがこう動画作ってくれて、こうフォーカスのメンバーをいろいろ発信してくれてるせいもあってか、自分がフォーカスになった時の姿をイメージして入ってくるメンバーがすごく増えてきたなっていうのがあるので、もうなんか最初からその構えでフォーカスの練習に来て、その構えを持ってフォーカスのショーをイメージしていて、なんかそういう意味ですごくね、なんか馴染みがいいなっていう感じがしますね。もうパッとこう反応していこうとする姿があるかな。でもやっぱりうまくいかなくってワーワーキャーキャー言いながら、このできないのも楽しみながら、こうなんかこう歯を食いしばりながらも楽しんでる感じがありますね。なんかすごくイメージを持って入って来てくれてる人がいるんだなっていうのが感じます。やっぱ2ついい点あって、1つはニュアンスまで、振り付けのニュアンスまで揃えてこうっていうところまでいけたっていうところで、上下斜め横揃ってればいいよって話じゃなくって、どういうニュアンスで振り付けして音楽を表現していこうかっていうところまでの話ができたっていうのはめちゃめちゃ良かったなって思ってます。2つ目は表現の話で、今ちょっとショーやるのにいっぱいいっぱいになっちゃってるところもあるので、もっと自分で気持ちの余裕あるところは大きく動いて、どれだけお客さんに伝えるかっていうところを意識してやっていこうねっていう話をしたら、みんな自然と大きく動いてくれるようになって、表現力もマシマシになったので、すごい良かったなと思ってます。合宿面白いんですよ。毎回ね変わるの、ゴンゴンゴンって。特にね秋合宿になるとね、なんか2つ3つぐらいなんかねパンと壁を越える瞬間があって、今回もあった。なんか意識してないのに音がはまるとか、考えてないのに一歩目が合うとか、パッと見た時に目が合うとか、なんかこうなんか知らないんだけど揃う、気がついたら揃ってるみたいな瞬間がいっぱいあって、今回もいっぱいそういうのが見えたのが良かったですね。音が変わった、表情が変わった、パフォーマンスが変わった。なんかすごくなんか一個チームとして前に一個進んで、またもう一個進もうとしてる気配がある、そんな合宿だと僕は感じてる。期待してるところで言えば、今年その振り付けのクオリティだったりとか、みんなのスキルは別が多くて上がってるので、振り付けのクオリティが上がってる分、みんな振り付けに集中しすぎてて、音楽をこう楽しめてないっていう感じが結構あるので、みんなにもっと J-POP だしフォーカスだし元気のいい曲なので、もっと音楽に乗って楽しんでいいんだよみたいな話をしてたので、みんなが楽しみながら触れるようになれたらもっと楽しいな。もう楽しいばっかり言ってる。もう一回言わせて。バカみたいじゃん。今のピットに足りないところは他のセクションを聞くことですね。ピットで練習するのはすごくまとまっているんですけれども、ブラスの音を聞くなりバッテリーのリズムを聞くなり、そこがまだ足りてないかな。なのでやっぱり独立しちゃう部分、ブレンドしない部分が多いなと感じています。なので今回の合宿では、ブラスと統一して、ダイナミクスをつけたり、バッテリーのリズムを聞いて合わせる練習などを繰り返してやっています。メンバーとも8月の時の合宿も話したんですけども、この活動って結構こう、ワンマンプレーにならないって、みんなでこう一緒にプレーすることが醍醐味でもあるので、やっぱりどうやって他の人をこうケアしていくかとか、置いてけぼりを技術的にとかですね、メンタル的にも置いてけぼりを作らないようにしてあげて、みんなで持ち上げていくっていうのができると、ものすごい多分ここから伸びしろがあるメンバーかなと思いましたので、期待しています。足りないところはね、筋肉が足りないだからバテちゃうし疲れちゃうし、思ってるのと違う体の追い方しちゃって追いつかなくって苦しくなってるところがある。その今筋肉をつけるんだよ、プロテイン飲むんだよっていうのを昨日からかずっと話をしているところですね。やっぱり筋肉はね裏切らないから、筋肉は裏切らない。
期待してるところ、ストイックに目的に向かってこう職人的に頑張るチームってすごく多いんだけど、こう遠足ピクニック気分でストイックに向かうチームってなかなか見れないと思ってて、なんだろう、クラスメイトとかすごく仲のいい友達が集まってる場所とかサークルであるような、本来チームってそんな形であるんじゃないかなと思うんですよね。ただどうしてもこの競技の中で争うから、もうしのぎを削る中でピリピリしちゃうんだけど、でもそんな中でもフォーカスというチームはこうピクニック気分で登山を楽しむみたいな。でも厳しい時あるんだけど、みんなでわーって言いながらも歯食いしばって、ほら頑張れよ行くぞとか言いながらも、なんかみんなで手を取り合って進んでいく、なんか笑って進むようなチームになってほしいなと思うし、なんかこう通った後には花が咲いてるみたいなね、なんかそんな豊かさがあると嬉しいなって思いますね。